1999年2台目の FD を買ってからのコストを暇つぶしに計算してみたわ。1999年、中古で FD3S4 型 RB グレード事故車を総額200万で購入。深夜のドライブ、ジムカーナ、サーキット壮行会と乗り回して2025年末を迎え、その間の25年と3ヶ月の集計になるわ。やりたいことやるのに、コストは気にしないでいた結果だけど、参考になるかしら。計算の項目は、車の購入価格200万、自動車税、任意保険料、ガソリン代は25年と3ヶ月の費用で計算。ガソリン代の単価は、ネットに転がってた廃屋の値段で計算したわ。また、駐車場代は2010年から自宅駐車場で0円なので11年間の計算になるわ。それとメンテナンス費用は車検代も含んでいて、車検には自賠責、重量税、飲酒代や車検代行料も含んだ形としてるけど、まあこれらもきっとメンテの一環でしょう。それじゃあ結果を解説していくわね。まずこのグラフを見てみてちょうだい。1999年9月から2025年12月までの代表的なランニングコストのグラフになるわ。メンテ、車検代のウェイトが大きいことは予想通りってところね。2005年のメンテが160万近いのはエンジンをオーバーホールしたためよ。次に、日々、お財布と相談することになるガス代、メンテ費用、それと自動車税、任意保険、駐車場代を含んだランニングコストの総額を示したグラフになるわ。結論から言うと、25年と3ヶ月の維持費の総額は1407万円くらいの計算結果となったわ。そんでもって、このグラフを見ると、ガソリン代で一喜一憂することが馬鹿らしいことであることがわかるわね。正直、10円、20円上がろうが、下がろうが、他の維持費の影響力からすると、スズメの涙にもならないわね。円グラフで示すと、ガス代が占めるウェイトなんて、たったの 6% よ。廃屋はレギュラーより11円くらい高いイメージだけど、全体から見たらなんてことないわ。洗浄成分やらアンチノック性能を考えたら安いくらいに感じてもよくてと思うわ。1km 走るのに必要だったお金を計算したらこんな感じになったわ。メンテナンスしている時は当然走れないから割高になり、古くなればなるほどメンテ費用はかさみ。かつ趣味性の高い車では、初めは嬉しくてたくさん走るけど、時間の経過とともに走る距離も少なくなるので、グラフが右肩上がりに推移するのも理解できるわ。計算した結果、1ヶ月あたりの FD の維持費は4万1000円といったところかしら。ただし、計算上、1月に 148km しか走らないドライバーでね。最後に、試しに、10年スパンごとに250万で車を買い替えて、その後1年間で1万5000円のメンテナンスをした場合のシミュレーションをしてみたわ。結果は、ご覧の通り、
1台の車に長く乗った方が自分の財布的にも資源的にもエコになるよね。今回の検証を総括すると、FD の場合、1月で 148km の走行で25年と3ヶ月維持した場合、総額1407万くらいで、1月あたり約4万1000円くらいのコストがかかる。また、平均して1km 走るのに約270円のコストになる。けど、1ヶ月で 148km、年間で 2000km も走らせない車の計算だから、動かさない車はどんどん悪くなるいい例だと思う。月平均 501km 走っていた時は車も比較的新しくトラブルもなく 1km 走るのに93円だったことを考えると、やっぱり走らせてトラブったら直すが正解のようね。セブンみたいなちょっと特殊な車じゃなければ、目安として 1km あたり50円で計算くらいがちょうどいいのかな、どうかしら。